皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、バッタによる被害が世界的なニュースになっていることを取り上げていきます。バッタの被害が大規模になると、これを公害と呼びます。この公害を取り上げることは、私のチャンネルの中においては動画よりも生放送において何度か取り上げてきたことがあります。なぜ生放送で取り上げることが多かったかというと、定期的に砂漠飛びバッタについて続報が知りたいというリクエストが何度となく違う人から次々と入ってくるからです。なぜそのように関心が持たれているかといえば、事の発端はこのバッタの大群というものが中国に襲来し、中国に飢饉をもたらすのではないかといったような煽りがあったからです。そのような動画の影響で、中国ではバッタの影響でこれから飢饉が起こるんだなと信じ込んでいる人が結構います。しかし、煽った当人は全くその後の情報については触れられず、そのために他のチャンネルであの件はどうなったか調べてくださいといったことが頻発しているのです。さて、そもそも公害とは今に始まった話ではありません。旧約聖書の中においてこの公害が取り上げられている場面があることからもわかるように、かなり人類にとっては長い付き合いのある天災の一つです。公害の被害に遭った地域においては、それらの地域から逃げ出す人々や、もしくはその地域における人口が大幅に減少するなど、人類の歴史にとっても決して無視できない天災の一つです。そして現代においてもこの公害というものが発生すれば、多くの人々にとって不幸な出来事となります。それでは一体どのようなことが起ころうとしているのかニュースを見ていきましょう。東アフリカでバッタ被害、2000万人食糧危機。アフリカ東部や中東で異常気象が引き金となってバッタの大群が発生し、農作物に深刻な被害が出ている。もともと貧しい地域が多く、国連食糧農業機関 FAO は特にアフリカ東部6カ国で2000万人が食糧危機に直面しているとして前例のない脅威と強調。新型コロナウイルスの影響で対策が遅れる懸念も出ている。バイクが道路を通るとまるで土煙のようにバッタが舞い上がる。大地を覆う大群が緑という緑を食べていく。FAO が3月末にケニアで撮影した映像の一場面だ。今回その場面についてはこの動画では収録していませんが、関連ニュースとしてバッタの映像が出ているニュースについてはアドレスを動画説明欄に記載しておきます。大量発生しているのは砂漠飛びバッタと呼ばれる種類。寿命は3ヶ月から5ヶ月で、大量発生すると体の色が変わって群れとして行動。植物や農作物を食べながら1日で150キロほど移動することもある。1平方キロサイズの群れには約4000万匹のバッタがおり、1日で約3万5000人分に相当する食料を食い荒らす。エチオピアでは政府などの推計ですでに大阪府の面積よりも大きい20万ヘクタールの農地が被害を受け、35万6000トンの穀物が失われた。今回の大発生の発端は2018年に遡る。5月と10月にサウジアラビアとイエメン、オマーンにまたがるルブアルハリ砂漠にサイクロンが接近。異例の降雨でバッタの生育に適した環境が出来上がり、その後3世代にわたって繁殖が進んだ。2019年1月には同砂漠の外にも進出し、ペルシャ湾対岸のイランに到達。東のパキスタンやインドにも被害が及んだ。バッタは繁殖と移動を繰り返しながら、イエメンから対岸のソマリア、エチオピア、ケニアまで進出。現在この3カ国の被害が最も深刻で、FAO は周辺のスーダンやタンザニアなどと合わせた計10カ国で国際的な支援が必要としている。駆除活動により最悪の事態は避けられている状態。FAO の東アフリカ地域のバッタ対策責任者、シリル・フェランド氏は毎日新聞の取材にこう話した。駆除の基本は化学殺虫剤の散布だ。飛行機やヘリコプターを使って低空から撒いたり、タンクを背負った人が地上で直接かけたりする。薬剤がバッタの表面に触れると、6から7時間以内に死に至る。うまくいけば一度の散布で最大9割程度のバッタを駆除できるが、効果は温度や風といった気象条件にも左右されるため、作業には知識や経験が欠かせないという。フェランド氏によると現在、ケニア国内で1000人程度、エチオピアでは500人程度が駆除作業に従事しているとみられる。また、FAO はデジタル技術を使った分析にも取り組み、
現場担当者にタブレット端末で状況を報告してもらい、世界的なバッタの動きの把握に努めている。バッタの被害度合いは4つのレベルに分かれ、東アフリカの現在のレベルは上から2番目の急増。FAO は東アフリカなどの10カ国ではこれまでに奈良県の面積に相当する計36万5000ヘクタール以上で駆除活動が行われ、推計で72万トン分の穀物被害を抑えられたとしている。ただアフリカは現在雨が多い季節で、6月にかけて次世代の大群が発生する恐れがあり、最悪レベルの大発生を避けられるかどうかの瀬戸際にある。増殖したバッタは今後、食料を求めてさらに各地に分散する恐れがある。FAO によると、バッタはアフリカ大陸を横断して、6月下旬にはモーリタニアにまで到達する可能性があり、アラビア半島やパキスタン、インド方面にもさらなる襲来が予想される。こちらが地図で見る被害状況と今後の予測です。イエメン、オマーン、サウジアラビアに囲まれた地域において最初の発生地域があります。そこから中東やパキスタンやインドに渡ったものもあれば、アフリカ大陸に渡ったものもあります。そして現在最も大きな集団があるのがアフリカの地域です。エチオピア、ケニア、ソマリアにいるこのバッタの大群がさらに大増殖し、アフリカ大陸を横断、大西洋まで到達するかどうかというのが今後の懸念です。FAO は東アフリカなどの10カ国では駆除などの対策費用として約1億5300万ドル、約164億円が必要だとして国際支援を要請。これまでに 85% ほどが集まったが、まだ約2300万ドル、約24億円が不足している。コロナで殺虫剤輸入難。バッタ対策に影を落とすのが新型コロナの感染拡大だ。バッタと新型コロナによる負の連鎖が懸念される。世界的に物流が滞っているため、駆除に必要な殺虫剤が入手しにくくなっている。殺虫剤の多くを輸入に頼るケニアでも入荷が遅れ、フェランド氏によると、3月末には国内在庫が5日分ほどにまで落ち込むこともあった。空中散布を行う航空機のパイロットなど、専門家の国際派遣も容易ではない。コロナの影響で国際線旅客機の運航停止が相次いでいる上、国境をまたいで移動した際には、検疫で14日間程度の隔離が求められる。何か起きてもすぐに駆けつけるのは難しい。外出や行動の制限が基本のコロナ対策と、屋外で行うバッタ駆除をどう両立させるかも悩ましい問題だ。一般的にバッタの殺虫剤散布は気温が上がらない早朝や夕方前に行うのが効果的。ただ、例えばケニアでは午後7時以降の外出禁止令が出ており、作業員の帰宅時間も考慮すると遅くまで作業はさせられない。治安や正常が不安定な地域では対策がさらに困難になる。実際被害が深刻なアフリカ3カ国のうち、イスラム過激派の活動が活発なソマリアでは、他のケニアやエチオピアに比べて駆除などで十分な体制が取れていない。さらにこのまま行くと、6月頃に到達が予想される西側のスーダンもダルフール紛争などを抱える不安定地域。ここで対策がうまくいかなければ、大群はさらに西へと進んで被害が深刻になる恐れがある。それでは砂漠飛びバッタの特徴を少しおさらいしましょう。体長は約5センチ、寿命は3ヶ月から5ヶ月、時速16から19キロで飛行することができ、移動距離は1日5キロから150キロ、過去には約5000キロ飛び続けたことも、群れのサイズは数平キロメートルから数百平方キロまで、1平方キロあたり約4000万匹、人間には危害を加えない。低い気温では死ぬため温暖な気候を好む。大発生は定期的には発生しない。条件が揃った時に不定期に発生する。それでは砂漠飛びバッタについての話の中でよくある、このバッタを食べれば良いのではないかといった話についてどのような記事が出ているか見ていきましょう。最初の記事は毎日新聞だったわけですが、こちらは朝日新聞の記事から抜粋します。質問。日本にはイナゴの佃煮がありますよね。増えすぎた砂漠飛びバッタを住民が食べて減らすことはできないのでしょうか。農業食品産業技術総合研究機構の元上級研究員で、この虫の生態を24年間にわたって研究してきた田中誠二さんによると、
砂漠飛びバッタの胃や腸には毒が溜まっているんです。アフリカでは毒性のない植物は野生動物に食べ尽くされてしまうため、毒を持っている植物も多い。砂漠飛びバッタはこうした植物を餌にしているんです。また他の方の意見ですが、虫ソムリエを名乗っている佐伯さん、NPO 法人食用昆虫科学研究会理事長によると、食用にするのはあまり現実的ではないと言っていました。砂漠飛びバッタに毒のない餌を与え続けて、胃腸から毒を排出させるのはコストがかかるからです。その他、駆除のために殺虫剤を撒いており、殺虫剤の成分により食用にはなりません。また、食用のために育てている昆虫食用と混同するのは危険です。そして、この問題でたびたび取り上げられる中国にこの砂漠飛びバッタが流入し、中国で食糧危機を引き起こすのではないかといった話についても見ていきましょう。こちらは日本経済新聞の記事より、中国への移動について、砂漠飛びバッタの生態を研究する前野幸太郎国際農林水産業研究センター国際農研研究員の話によると、緊急時には正確な情報発信が重要だ。FAO が最新情報をまとめウェブ上で公開している。アフリカから砂漠飛びバッタの群れが中国に向かって飛んできたとするニュースを見たが、FAO はそのような報告をしておらず疑わしい。3月に中国とイギリスの研究者が過去の気象条件、気温や風から見て大軍が中国に侵入することはありそうもないと報告している。公の一時情報に基づいていないニュースに振り回されないようにしたいと答えています。政府の力が弱いアフリカにおいて、この砂漠飛びバッタは増殖を続けています。政府の力が弱いので、それでは国連の機関である FAO がこの駆除にも当たっているわけですが、この FAO にしても決して資金が潤沢なわけではありません。ですから、砂漠飛びバッタを完全に駆除するには力不足です。さらに、世界は今、新型コロナウイルスによるパンデミックで、アフリカの問題に目を向けるのは非常に難しい時期でもあります。FAO が資金援助を求めても十分なお金が集まらないというのもこうした世界背景があるからでしょう。その上、新型コロナウイルスの影響でこのアフリカの地域においても物流が途絶え、場所によっては新型コロナウイルスの感染予防対策として都市封鎖なども実施されています。この都市封鎖の影響によって人員を確保することも非常に難しくなっています。砂漠飛びバッタは何も一つの場所に全てが集まっているわけではありません。大きな集団というものがいくつも存在し、それらが方々に散らばっているような状況です。しかもこの砂漠飛びバッタ、紹介したように1日で何十キロ何百キロといった単位で移動することが可能です。ですから、駆除しようと思っても、その日どこにいるかというのは、ある程度人間の目を使って確認する必要があります。そのような条件が必要なのに、都市封鎖によって多くの人々が移動が難しいということになれば、駆除するのも困難を極めるのです。このように駆除する人間の側が、現地政府が弱かったり、FAO の力が及ばなかったり、強力な殺虫剤を手配するにも、なかなか物流が滞っていて届かなかったり、駆除するための人員を確保するのも苦労するといった具合に悪条件が重なっています。一方で、砂漠飛びバッタにとっては非常に嬉しいことがあります。それは雨季です。雨が降って植物に水が行き渡れば、彼らにとっての食料がどんどんと増える状況です。このような状況で駆除が追いつかないのですから、さらにバッタが増えるというのは自然の成り行きです。そのため、推計値ではあるものの、この全体像というのは数千億匹に上っていると言われています。ここから先駆除が追いつかなければさらに数は増えて、1兆匹といったような桁違いの全貌になるのです。公害によって農作物が荒らされたり、植物が食い荒らされることによって多くの人々が自給自足の生活というものを破壊されてしまいます。もしくは遊牧民や牛や羊、ラクダなどを飼っている人にとっても大きな打撃を受けて飼っている生き物たちが死んでしまうようなこともあるでしょう。そのようにして生活基盤が失われた人たちというのが難民と化す可能性があります。もちろん FAO の指摘しているように、そもそもそのような生活基盤がどうこう以前に食べ物がなくて食糧危機、飢饉に陥る可能性というものもあるのです。そのような人々が周辺に逃げ込んでいけば、
その周辺地域において政情が不安定になることは避けられないでしょう。そしてアフリカ東部における砂漠飛びバッタがさらにサハラ砂漠南の草原地帯を西へ進んでいくことによって、この公害がさらに拡大していくことになります。被害地域が広がることによって食糧危機に陥る人も多いでしょう。他の国に逃げていく人もいれば、そこからさらに北を目指してヨーロッパなどを目指すような人々もいるかもしれません。近年、北アフリカから EU へと流れ込む難民の数というものはある程度抑えられるようになってきました。それというのも EU 側の国々が地中海南岸の国々に対して取り締まりをするための資金援助をしているからです。だからといって完全にこれを抑え込むことはできませんし、ある程度の数といっても、それが何万人単位であれば、それは EU にとっては不安定要素になります。そもそも新型コロナウイルスのパンデミックによってヨーロッパは非常に大きなダメージを受けています。このような状況下において難民がさらに入ってくることになれば、それらの人々を受け入れるだけの経済的な余裕というものがヨーロッパからは今は失われているような状況です。新型コロナウイルスに対して EU が一丸となって対応できなかった上に、さらに難民問題において揉めるようなことが起これば EU の分裂にさらに悪影響を及ぼすでしょう。また、たとえ EU へ難民として行くことができなくても、多くの食料に飢えた人々が周辺国に散らばっていくことによる政情不安というものは、北アフリカ全体に大きな悪影響を及ぼすことになります。一例を挙げるとすれば、政情が不安定な地域における武装組織の勢力拡大です。中東において勢力が減退している IS やアルカイダといった組織については、アフリカにおいてはまだ健在です。人々が生活基盤を失って食糧危機にあえいだり、もしくは難民と化した状態においては、こうした貧しい人々というものを武装組織は兵士として徴用することがあります。中東における IS は石油利権を手にすることによってその勢力が一番絶頂を極めました。一方で、アフリカにおけるこうした IS やアルカイダといったものは、石油資源ではなく鉱物資源、例えば金鉱脈であったりダイヤモンド鉱山などについて勢力圏内に収めることによって闇ビジネスを行っていると言われています。新型コロナウイルスによるパンデミックの影響やもしくは米中の覇権争いによって先進国の目がアフリカ大陸から離れることが長期間続けば、こうした武装勢力 IS やアルカイダといったものがより一層勢力を伸ばしていく可能性があります。そのような武装組織にとって都合の良い世界情勢というものが醸成されるようなことがあれば、何年かの後、より大きな武装勢力となった彼らが大きな世界的な事件を起こすようなことがあって、日本人の目に触れるようになるかもしれません。さて、ここまでアフリカの話題としてこの砂漠飛びバッタの話をしてきました。私にこの問題を取り上げてほしいといった人々は、こうしたアフリカの話を聞きたいわけではないというのはある程度は分かっています。その話は分かったから、で、中国との絡みの部分は話してくれないのという方も多いでしょう。記事の中でも触れましたが、こうした砂漠飛びバッタが中国に向かうということは、専門家らの間では話が出ていません。砂漠飛びバッタの群生地はアフリカ東部です。そしてパキスタンや中東の国々においても確かに大きな集団はいくつかあるわけですが、これらパキスタンや中東地域のバッタというものについての進路予想は FAO はインドに向かうであろうと予測しています。これは至極当然の予測で、砂漠飛びバッタは食料を食べていきます。ですから食料のない地域に向かうことは彼らにとっては自殺行為です。パキスタンから中国へ向かうルートというものは山脈があります。山間を縫って進むにしても食料が豊富にあるわけではありません。日本人にとっては山といえば木々が生い茂り植物が大量にある緑豊かな場所です。ところがパキスタンやアフガニスタンといったあの地域における山というものは岩山が非常に多い地域です。そしてあの地域における山脈は非常に高い標高があります。高い標高であるということは気温が下がることを意味します。山に登ったことがある人であれば、ふもとであれば暖かいのに、山の頂上に向かうとどんどん気温が下がっていくことを実感することができます。この気温の差というものは人間であれば衣服を調整することでいくらでも克服することができるのですが、バッタにはそのような温度を調整する機能などはありません。バッタたちは基本的には自分たちにとって過ごしやすい気温帯のところを進んでいくことになりますから、
パキスタンから向かう先というのはインドなのです。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。